皆さんこんにちは。週末モッドラボです。改めて自己紹介させてください。今回からこのチャンネルでの呼び名を整理します。私、作業担当ウルフ015号と申します。そして AI 担当はフェンリル。これまで動画の中にちょいちょい出てきましたが、今回正式に命名します。ウルフ015号が手を動かし、フェンリルが調べ考え支援するこの2人、いや2匹体制で構想を現実に変えていきます。フェンリル自己紹介。こんにちは。私はフェンリル。ウルフ015号を支援する AI アシスタントとして工具選定、安全対策、設計調査を担当します。ウィーケンドモッドラボの目的は構想を現実に変えること。今回は空き家現場に入るための安全装備を確認します。 Thank you. You're welcome. If you need any more recording tests or tweaks, I'm all ears. Just let me know. お英語もいけんのね。ということで今回は現場に入る前の安全装備を整えていきます。空き家作業は見た目以上に危険があります。釘、ガラス、ホコリ、カビ、暗所。まずは工具よりも先に自分を守る装備を整えます。まずは頭部と目の保護です。低い梁や落下物、作業中に飛ぶ木片や金属片、ヘルメットとゴーグルで頭と目を守ります。次は呼吸と耳の保護です。空き家ではホコリ、粉塵、カビを吸い込むリスクがあります。さらに電動工具の音もあるのでマスクとイヤーマフを準備します。続いて手と足の保護です。釘、ガラス、木材、工具、怪我を防ぐために手袋と安全靴を準備します。つなぎも現場投入用にカスタムします。胸にはウルフ01、背面にはウィークエンドモッドラボ。ただし今回はアイロンプリントでいくつかの失敗がありました。最後に現場投入準備チェックです。ヘルメット、ゴーグル、マスク、イヤーマフ、手袋、安全靴、つなぎ、考えうるリスクに対して少しずつ準備が形になってきました。皆さん突然ですが、作戦を選ぶなら何を選びますか？私は当然ガンガン行こうぜです。予算は全て武器に投入、防具は後回し、火力こそ正義。そんな脳筋プレイが好きなんですが、それはゲームでの話です。リアルの空き家作業では当然命大事にです。空き家作業では現場に入る前のリスクを想定しておくことが重要です。釘、ガラス、ホコリ、カビ、騒音、飛散物、起こりうる危険を先に洗い出して、その対策として必要な安全装備を準備します。つまり今回のミッションは攻撃力アップではなく防御力アップ。ウルフ015号、まずは安全装備を整えていきます。まずは頭部と目の保護です。低い梁や落下物、作業中に飛ぶ木片や金属片、ヘルメットとゴーグルで頭と目を守ります。今回購入したゴーグルは山本工学の YG6000。商品名に曇り止めと書いてあるだけあって、息をどれだけ吹きかけても全く曇りませんでした。すごい。ゴーグルはカスタムできそうな部分がないので塗装などはせずデフォルトのまま。頭部の保護は以前カスタムした W01 ヘルメットを使用します。普段の作業中はペンライトとオスモアクション4は取り外して作業します。次は呼吸と騒音対策です。空き家作業ではホコリ、粉塵、カビを吸い込むリスクがあります。さらに電動工具を使うとかなり大きな音も出ます。そこで今回は防塵マスクとイヤーマフを準備しました。この2つは週末モッドラボ仕様に塗装して現場装備として仕上げていきます。塗装は今回で2回目3回目、もうこなれたもんなのでダイジェストでお届けします。まずはマスク。掃除や解体作業では細かいホコリや粉塵が舞うので呼吸を守る装備はかなり重要です。購入したマスクは重松製作所取り替え式防塵マスクです。別で買ったフィルターは防塵用です。今後塗装用に防毒吸収管も購入を検討しています。続いてイヤーマフ。こちらは 3M の防音イヤーマフです。電動工具を使う作業では耳の保護も重要です。今回はヘルメットと併用しやすそうなネックバンド式のイヤーマフを選びました。丸ノコやマルチツール、集塵機の騒音対策として使っていきます。ということで完成です。マスクの塗装は結構気に入ってるんですけど、イヤーマフは正直気に入っていません。行間がちょっと空きすぎたので、またいつか塗装し直そうと思います。次は手と足の保護です。
手袋は緑安全の耐接装性手袋を選びました。木材や金属、刃物周りを扱うと切り傷のリスクがあります。この手袋は手のひらがコーティングされているので滑りにくく、細かい作業にも使えます。実際刃物を使う作業にすでに使用していますが、装着もしやすく通気性もいいので工作だけではなく塗装にも使ったりしています。手袋はこれに加えて同じく緑安全ハイグリップ滑り止め手袋作業用を用意しています。手袋はこの2つの布陣で盤石です。ちなみにこのハイグリップ手袋 M サイズは218円、一方 LL サイズは624円。 M サイズめっちゃ安。 Amazon はこういうのがあるから面白いですね。足元はアシックスの安全靴 CP209 ボアファントムシルバーです。先芯入り、足先を保護するためのつま先部分に硬い保護材が入っています。工具や木材を落とした時の衝撃から足先を守るために使います。ダイヤルを回すだけでフィット感を調整できるボアシステムを採用しているので脱ぎ履きがとても楽です。なお今表示しているのは Amazon の商品ページですが、私は足のサイズが28センチなんですけど Amazon では残念ながら売ってませんでしたので結構探すのが大変でした。最終的には Yahoo ショッピングで購入をいたしました。すげえ意外だったんですけど、アシックスとかでこういう安全靴取り扱ってるんですね。続いてつなぎのカスタムです。胸にはウルフ01のネーム、背面にはウィークエンドモッドラボのロゴとチャンネル名を入れていきます。ただの作業着ではなく現場投入用のユニフォームに仕上げます。いきなり印刷は怖いのでまずは白い T シャツに試しに貼っていきます。ちなみに今回使ったのはこちらのアイロンプリントシートです。家庭用プリンターで印刷してアイロンの熱で生地に転写をすることができます。はい、いい感じです。ちなみにこちらが3回ぐらい洗濯した後の質感です。若干落ちてはいたりはするもののそこまで落ちてる感じではありません。こちらの T シャツはチャンネル公式 T シャツとして着たいと思います。自分のチャンネルの T シャツってなんかちょっとテンション上がりますね。それでは本番です。印刷したアイロンプリントをまずは綺麗にカットしていきます。切り終わったらアイロンで圧着していきます。慎重に位置を決め圧着。でなぜかつかないと思ったら裏側の紙を剥がしていませんでした。つくはずねえわ。もたつきながらも裏側の紙を剥がしていきます。ウルフ01号は SDGs に厳しい男。破いてしまったシールは次回使用したいと思います。なんか白身が消えている。なんか生地の色が移ってしまっていますがいい感じなんで結果オーライ。続いて背面も圧着していきます。はい、綺麗に白身が取れました。白い T シャツに圧着したものと比較すると一目瞭然で、つなぎの方は素材の色が前面に出てきました。これ原因は今回使ったのが白薄色生地用のアイロンプリントだったんですけど、オレンジのつなぎに使うのであれば黒カラー生地用のアイロンプリントシートを使うべきでしたという情報をフェンリルは後から教えてくれました。先に言ってよ。ミッションログ更新。オレンジ生地には農食用シートを使用のこと。データベース登録完了。次回以降の装備調達に反映します。以上。どうでもいいけどいい声だな。
ミッション終了。本日の検証データを保存した。次回のミッションも引き続き支援する。以上、推進終了。ご視聴ありがとうございました。今回は空き家現場に入るための安全装備を準備しました。成功したことも失敗したことも全て次のミッションにつながるデータです。次回はいよいよ廃校機の工具を開封して現場投入の準備を進めていきます。コメントいただけるとフェンリルが喜びますのでコメントお待ちしています。それではまた次のミッションで。